こんにちは、なっきです。今回はこちらの子をカスタムしていきます。ハローアゲインジュニームニーキューティーさんです。フェイスタイプはラディエンスリニュー。フェイスカラーは半透明のクリームです。初めて半透明肌をカスタムするので、すごい楽しみです。それではカスタムしていきましょう。どうぞ。まず解凍します。後頭部のネジを外していきます。舐めてしまわないようにグッと押し付けるのがコツです。少し空いた隙間に薄めのヘラを差し込んで、テコの原理でパコッと開けます。分解できたので下書きをしていきます。今回はすっきりさせすぎない癖をつけることを目標に削っていきます。癖をつけるのに特に目の下をこだわろうと思いました。なので今回は涙袋とほっぺ上のくぼみのラインを入れようとしております。口幅は小さめです。この下書きを目安に削っていこうと思います。まずアイホールを整えていきます。ここのところずっとアイホールを俵型というか素直な楕円型にしがちだったので、今回はおにぎり型の三角形に戻そうかなと思って上部分が尖るような形を目指しています。目尻と目頭だったら目頭の方が鋭利な尖りになっております。パッチリ目が開くように加工しています。こっち側の目頭部分が少しとんがりが足りないので、もう少し削っていきます。デフォルトの状態で結構左右差があったりするので、よく見て直していきます。揃っている方が正面から見た時にお顔が可愛いなと思います。アイホールが整ったので、目周りを削っていきます。だいたい二重のラインから作っていきます。線を彫っているだけなので、比較的簡単だからです。少しずつ線を描くように溝を作っていって、だんだん深くしていきます。あらかた線が仕上がったら、切り口の左右を丸くなるように削っていきます。角を取る感じです。角を取るとぼんやりしたイメージになってくるので、そこをナイフでシャープにします。紙やすりを折って角を使ってラインをなだらかにしていきます。やすりを使うと大体が丸く収まります。その後再びラインの角付きを直します。目頭にくぼみを彫っていきます。だいたい今つけてるビットの頭の部分1個分ぐらいの幅を均等に入れるようにしています。でも若干鼻に向かってる感じですかね。今度はほっぺにラインを入れていきます。くぼみですかね。広い面積を削るときはあまり削りすぎないビットを使うようにしています。広い面積で傷を大きくつけると、そのへこみに合わせて周りもたくさん削らないといけなくなってくるので、慎重に削っていきます。目の下に癖を出そうとしてこの線は入れているんですが、自分の息子の顔を見ながらどこにつながってるのかなとか、どういう角度で入ってるのかなっていうのを確認しました。線の終わりは目尻横までつなげます。目尻も平らになるように削っていきます。線がいいところに入ったかなという時にビットでさらにくびれを入れています。ちょっと赤ちゃんっぽい？次は鼻を削っていきます。鼻はだいたい小鼻から作っていきます。鼻の中で一番作りたいパーツだからかなと思います。反対に鼻を低くするのはあんまり好きじゃないです。小鼻を作るのが一番好きです。小鼻を作ると花っぽい感じになるのがすごい楽しいなと思うんですが、皆さんは何を作るのがお好きですか？小鼻周りも二重の時と同じで線を描くように薄く彫っていって、だんだんと深くしてナイフでシャープにするようにしています。小鼻の上は少しくぼんでいる感じがするので、ビットでくぼましていきます。高さを取る時もだいたい均等にプラスチックの厚みを減らしたいので、平らめなビットでいっぺんに削っていきます。小鼻脇を削ったところの角を取っていますね。ナイフでさらに鋭利に削り込んでいきます。小鼻が上に浮き出てるようにするとよりリアルな感じになるかなと思っています。立体感が増すと言いますか。とにかく小鼻が好きです。鼻が三角形にツンと上を向いているような形にしたくて、鼻先の少し後ろを斜めに削り込んでいます。ここもどのぐらい削るか悩みますよね。鼻の穴を作っていきます。鼻の穴をいきなり開けずに、鼻の穴につながるまでのなだらかなラインを作っていきます。穴を小さめにしたいので、細いビットでいきます。途中経過はこんな感じです。いろんな方向から確認して、
違和感がないかを確かめています。鼻の下を作っています。人中を作るんですが、ここもいきなりくぼみを掘らずに、まずは面を取っていきます。真ん中と左右を3面作ります。この境界線になる部分をブレずに作れるとすごく立体感が出てきます。印象もはっきりするのでカスタムされているっていうことが伝わりやすくなります。横から見た時に鼻が気になってしまって鼻をすごく削っていってしまうんですが、正直失敗したなと思います。最終的にはパテを持って塗装してしまっているので、せっかくの半透明肌だったのになぁと少し残念な感じに思っています。鼻を削りました。次は唇を削っていきます。唇も大まかな面から作っていきます。何事もそうなんですが、大体の面を取ってから細部を作り込みます。当たりを作る感じですね。当たりは下書きみたいな感じです。立体は難しいので、少しずつ進めるのが確実かなと思います。上唇一つとっても真ん中と左右で違いがあったり、口角周りで筋肉の動きが入ったりとかあると思うので、そういうのを一つずつクリアできれば違和感なく作れるんじゃないかなと思います。個人的になんですが、ブライスさんは目が真顔寄りなので、下まぶたまで一緒に動くような笑顔の時の口を作ってしまうと違和感というか不気味さが出るなって感じがします。なので写真に向かってモデルさんが可愛い顔をするような、決め顔的な笑顔の方が似合うかなと思います。なんとなく違和感出ちゃったなっていう時は、そういうところでちぐはぐ感があると思うので、直せるうちに一回立ち止まれるといいかなと思います。唇をはっきりさせるためにも人中を削っています。口角につながる下唇部分を調整しています。今回は癖をつけるっていうことで目の下にラインを引いたと思うんですが、唇のラインもただの一本筋にせず何回か屈折するような形で山脈のような形で削るようにしました。で、左右を揃えすぎないようにっていうことでわざとばらつきを出すようにしています。動画だとわかりづらいですよね。完成した子は写真を撮ってインスタグラムの方に更新しているので、ぜひその写真で確認してもらえたら嬉しいなと思います。そのばらつきを出すとどういう印象になるのかとかもぜひ感じ取ってもらえたら、何か作品作ってもらう時のアイディアとかに使えるんじゃないかなと思います。先ほどからシワを削り始めましたね。今回はしっかりめに入れてみています。この細めのビットで浅く作って細いビットに持ち替えて山の部分のくびれをしっかり削り出す感じにしました。またシワ一本一本はふんわりは削っているんですが、途中でメリハリがつくように間の 2,3 ミリだけナイフでシャープさを出してみたりしています。シワ一本一本のサイズ感も変えています。下唇の真ん中に来るシワが一番大きく作ってあって、その左右に似たか寄ったかぐらいで大きくなったり小さくなったりシワを入れます。上唇だと真ん中部分の左右の1本目と 2,3 本いったさっき言った屈折を作った部分のシワを大きめにしています。唇のシワができたので顎周りを削っていきます。広い面積なのでビットの平らな部分を使います。顎は小さめなものがプリッと下側に欲しいんですが、尖らせずに丸顔にしたいので底辺は削っていきます。ほっぺ自体もふっくら見せたいんですが、輪郭が斜めだとシャープな印象で年齢が上がってしまうので、真横をイメージして下側を削っていきます。お顔が全体的に横長になるようなイメージで不要な部分を削る感じです。下唇下もくぼませます。ほっぺに違和感が出てしまったので直したいと思います。この辺のせいかなと思います。口角につなげると垂れ下がったほっぺみたいに見えるのかなっていう感じがするので、鼻のほうれい線のあたりにつながるようにこの辺を削っていこうと思います。思い込みや勘違いしてることって意外と多くありますね。それを思い込んだまま正しいと思って作ると違和感が出ます。今回私もほっぺ周りが思い込みで作ってたので見本を用意しないとダメだなと反省しました。ただ思い込みで作って違和感がなかったり、必ずしも正しい形である必要はないので、ちょうどいい加減で取り入れられたらいいのかなと思います。
こちら側を直しました。比べてみてどうですかね。多分この線の終わりがこっち側まで来てないといけないみたいです。同じように反対側も直していきます。ほうれい線のラインのところにつながるようなイメージで削っています。顎周りも一部をたくさん削ったのに、それにつながるところをちゃんと削っていなかったので違和感が出たのかなと感じます。あとはヤスリをかけて調節しようと思います。完成しましたイエーイ。削りをした動画の後に鼻がどうしても気に入らなくてハテを持って修正しました。なのでお鼻が大きくなっております。横から見て変かなと思って削りすぎてしまったんですよね。なので半透明肌の恩恵にはちょっと預かれない感じなんですが、この辺を地肌と同じような色で拭いております。この辺までは拭いてあって、後ろパーツに若干かかるようには拭いてあるんですが、肉眼でもそんなにわからない感じになっております。せっかくの半透明ちゃんだったんですが、お顔の作りが可愛い方がいいっていうことでそちらを優先しました。はい、こんな感じでした。ビフォーアフターはこんな感じです。この動画が面白かったなと思ってもらえましたら、ぜひグッドボタンを押していってください。ご感想やご質問などお気軽にコメントもらえると嬉しいです。ここで一つ小話を。先日ディズニーランドに行ってプペちゃんと撮影をしてきました。もう人目がすごい気になったんですが、綺麗な背景で可愛く撮れたので大満足です。撮ったお写真や道中の動画はプペちゃんの旅としてサブアカの方にあげようと思いますので、よかったらそちらも見てください。最後までご視聴ありがとうございました。今後もカスタムブライスに関する動画をアップしていく予定ですので、ぜひチャンネル登録お願いします。最新情報はインスタグラムで更新していますので、そちらのフォローもお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。